皆さんご機嫌うるわしゅう。本日も相模湖でございます。で、またまた水が濁ってるんですな。今シーズン濁ってなかった時ないんじゃないってぐらい毎回濁ってます。ただハードベイトには濁ってる方がいいって言いますからね。ハードベイトの釣りが好きな私には望むところなんです。あるぞハードの可能性が釣れない。ルアーを特回引っかい試してみますが釣れない。反応もスピラメに寄ってきて鼻で笑って帰っていったのに、問いたい。私は相模湖に問いたい。ハードベイトのためじゃないなら何のための濁りだ。豚骨スープをリスペクトしているのかと。将来の夢は二郎系油マシマシなのかと。しょうがないのでまたワームに頼っちゃいます。ただ濁ってるとバスがアピール力が弱いワームに気づくのかなって思っちゃうんですよ。昔マジでワームが頭の上に乗っかっちゃったのに気づかないバスがいましたからね。ルアーが発するアピールは主に見た目、音、水押し。水がクリアなら見えて気づくことが容易なのですが、濁っているから視覚では見つけづらいわけです。なので音、水押しの要素も重要になってくるんですが、私は水押しを側線で認識してルアーに気づくってのはほぼないんじゃないかなと思ってます。水によれが発生してそのよれを見て気づく。よれによって光が乱反射する。よれによってルアーのシルエットを認識させづらくするとか、そういった見た目を補佐するアピール要素であって、水押し単体でルアーを気づかせるっていう要素は低いと思っているんです。そもそもバスに到達するスピードが遅いんで、その前に音で気づくんじゃねと思ってますしね。ってことでワームでもより音を出せば気づきやすくなるんじゃないのってことでラトルを導入してみます。ワームにラトルといえばチュームワームかなってことで、ラトル付きシンカーはリンディラトリンイージーチューブウェイト。チューブワームはヤムバイブラキングチューブを購入。ところがこのワーム、パッケージを開封して実物を確認したら半分ぐらいしか空洞になってなくて、シンカーを奥まで差し込めない。お前がチューブワームを名乗るなら私が有名釣りチューバーと名乗るレベルだぞ。ってことで急遽別のチューブワームも購入。ストライクキングケビン・バンダムプロモデルチューブ。ところがこのワーム、パッケージを開封して実物を確認したら細すぎてシンカーを奥まで差し込めない。お前がファットなボディと言うなら私が自分の大きいんすよっていうレベルだぞ。しょうがないのでワームを切り裂いて使用。チューブというアイデンティティさえも切り裂いて使用。まあ何はともあれこれでワームに気づいてもらえるぞ。まああれですよ。気づいてもらえたからといってバイトしてくれるわけではない。びっくりした。結
局これです。フリーリグ。まあパレットシンカー使ってるんで、シンカーフリーのテキサスリグ。ワームは今回はジャスターフィッシュ 3.5 インチ。やっとマジか。やっちゃーん。20センチ、30センチな。小さいけどなんとか釣れたので一安心ってことで、またいろいろとルアーを試すけど全く反応なし。はいはい、わかりましたよ。フリーリグ。